どうもベルです。今回は、ドゥームスデイの、初頭レイドの、世界トップ環境の、結果と解説、こちらについて、やっていこうかなと思います。早速、初頭レイド、見ていこうと思うんですけども、皆さんは今回の初頭レイド、どうでしたか？どうしてもマッチングによりきりになってしまうと思うんですけども、初頭レイド自体が、現在のこのゲームの、一番大きな、メインイベントですね。そちらになっていて、自分のマップ以外にも、世界トップ同士の戦いはどうなってるんだろうと思って、G1 とかG2 の戦いをご覧いただいたことがある方も、多いのかなと思います。e スポーツではないんですけども、世界トップの戦いは、正直、それに近しいレベルで、観戦していて、めちゃめちゃ面白いです。何百部隊がもう一画面に入り乱れて、戦うことになりますし、押し引きとかもレベルが全然違うんですよ。なので、もう正直いくらでも見てられて。ただ、それを見ていくにあたっても、各同盟同士の、関係だったり、歴史について知っておくと、より楽しめると思いますし、ある程度いろいろ知ってると、もうマッチングの段階で、このマップは、こういう結果になるんだろうなと、予想していくのも、結構面白いかなと思いますので、今回から、世界トップ隊の、レポートをさせていただければなと思います。では、前置きめちゃめちゃ長くなっちゃったんですけども、世界トップ隊というのは、初頭レイドで言うと、基本的には、G1 から G3 までのことですね。G1 が、世界最強マップで、そこから数字がどんどん、大きくなるごとに、弱くなっていくんですけども、G1 から G3 までは、正直世界が違います。T6 であっても、兵装が強くないと、もう赤子の手をひねるように一瞬で殲滅されます。というか、戦ってる時に T6 以外を探すのが、もうめちゃめちゃ難しいんですよ。メインで戦うプレイヤーは、レジェンドの兵装を星5に、してるのが、もうデフォルトになってて、パーツをフル乾燥させるプレイヤーが、もう全然当たり前のようにいるんですよ。なので、もうそのクラスのトッププレイヤーであっても、戦況次第では、もう一瞬で殲滅される環境です。で、G4 から、G6。これらについては、純世界、トップの環境で、兵装を星5に、してる人は、ある程度いるものの、標準装備ではなくて、ただT6 でないと、メインで戦っていくのは、正直かなり厳しいんですけども、敵味方ともに、ある程度は T5 がいるので、T5 でも戦っていくことは、できる環境になります。ただ、ラリーや中東を、する、メインとなっていくプレイヤーは、もう兵装の星5が、もうデフォルトになっていて、何人かはもうレベル違うような、めちゃめちゃ強いプレイヤーがいます。例えが合ってるのかはちょっとわかんないんですけども、サッカーのワールドカップで言うならば、G1 が決勝戦。で、G2 と G3 が、準決勝。で、G4 から G6 が、ワールドカップ本戦のグループリーグ。で、それより下の、G7 から、G10。これぐらいが、ワールドカップ本戦に出場するための、予選みたいなイメージですね。ただ、G1 だったり、G2 に出てるから、それだけの強さがあるっていうことではなくて、本来の強さ的には、もう G8 とか、G10 あたりが、妥当な同盟であっても、戦力調整要因として、不相応な環境に放り込まれることがかなりあります。ぶっちゃけ、今回うちがそうで、本来だったら、うちって、世界トップ隊にいるべきではないんですよ。
ただ、まあ、今回は世界トップタイのもう G3 に放り込まれちゃったので、まあ、G3 については、後ほど詳しく、お話しさせていただくとして、まあ、そんな、初等レートの環境について、今回お話しさせていただきたいんですけども、まあ、初回となる今回は、G1 から、G3 までの、ことをいろいろお話しさせていただければと思います。では、まずは、G1 からですね。で、この G1 は、簡単に言うと、2023年の覇者対、新時代の猛者連合です。まあ、ここをお話しする前に、少し、このゲームの歴史についてお話しさせていただいた方が、わかりやすいと思うので、そこを少し、お話しさせていただければと思うんですけども、まず、このゲームが、日本リリースされたタイミングで、世界2強と言われてたのは、今回、G2 の方に、出場している HNB と、G3 の方に、出場しているブーンという同盟です。HNB は、もともと10サーバーで、今は、16サーバーにいる、同盟になりまして、ブーンについては、昔から4サーバーの方に、いる同盟になります。またずっとここはもうライバルみたいな感じで、この2つの同盟が、中心となって、このゲームの環境というものは、動いてたんですけども、それに待ったをかけたのが、96都市の、DHX と、102都市の、ROK です。DHX と ROK も、ライバル関係なんですけども、最初はまだ、ヒーローの解放度的にも、HNB と、ブーンに、叶わなかったものの、もはや今は、並走の追加とかもあったので、同格の強さを持ってて、今は、HNB と、DHX と、ROK の3強時代。で、4番手に、ブーンがいるのが、今の世界トップの、強さランキングです。ただ、そこに待ったをかけているのが、今回 G1 に出場した、新時代の猛者たちです。で、それが、WTO1 と、ラスト、S1ND ですね。どのチームもめちゃめちゃ強いんですけども、まず、WTO1。こちらについては、中国語圏の、主体のチームとなってまして、ここの、R4 のこのプレイヤーですね。この人がもうめちゃめちゃ強いです。ちょっと前の、サンタのスキーイベントの時のアリーナで、彼の並走を見たんですけど、もうめちゃめちゃ強かったです。で、次ラスですね。ラスは、リーダーが日本人のチームで、日本最強プレイヤーも、以前まで在籍していたチームになるんですけども、メインは、韓国語圏主体ですね。で、最後の、S1ND は、今私は、世界5番手の、強さを持っていると思ってる、めちゃめちゃ強いチームです。もともとめちゃめちゃ強かった R137 のメンバーだったり、あとラスにいたメンバーだったり、他の地域にいた、他の地域で、地域トップとして、活躍してたプレイヤーが、集まってできた連合が、この S1ND です。少し余談になるんですけども、今ちょっといないんですけど、ここのリーダーであるエースって人に、僕は、定期的にボコられてます。初頭でもボコられましたし、昨日のポンペイでも方でも、ボコられました。えぐいほど強いです。で、この3つのチームなんですけども、個々の強さもさることながら、戦闘民族が集まってるんですよ。
ステータスは高くても戦わないプレイヤーっていうのは、実際の戦闘能力で評価すると、大して強くはないんですけども、この3つのチームでメインを張ってるプレイヤーって、もうどんな不利な状況でも、戦いに来て、局所優位を全然一人で作り出しちゃうクラスの、根っからの戦闘民族で、めちゃめちゃ強いので、で、その3つのチームが、一つの連合となって、ドゥームズデイの、王者の一角である、ROK と戦ったんですけども、結果は、王者 ROK の勝利でした。まあ、王者はやはり、強かったというところなんですけども、ROK って、まあ、全体の戦闘能力もさることながら、モサ連合の、各同盟のトップ陣の強さを上回る強さを持ってるプレイヤーっていうのが、ROK は複数いるんですよ。まあ、どちらも異次元の強さで、もうトップ陣はもう上位兵装星5は最低ラインみたいな。もうこっからどこまで赤のもうレジェンドのステータスもベースとなってて、どれだけ赤にしていけるかとか。もうそれクラスの一人でプレイヤーたちなんですけども、G1 に出場した、チーム全体の中で、まあ、個人の強さで、順位を決めるとするならば、トップ10に入るであろうプレイヤーだったり、トップ5に入る人数で比べると、ROK の方が正直多いんですよ。なので、結果は ROK の勝利になったのかなと思います。ただ、伸びしろで言うと、この新時代のモサ連合の方が全然あるので、今後同じカードでマッチすることになった場合は、もうどうなるか全然わからないのかなと思います。では次に、G2 を見ていきたいと思うんですけども、こちらは、DHX と、SOAR 対、HNB と BTW 連合の、構図ですね。DHX と、HNB が、レベル7の村を取って、分かれた形になるんですけども、正直、DHX と HNB って、ほぼ同格なんですよ。ただ、2番手の BTW と SOAR の強さで比べると、DTW の方が全然強いんですよ。どちらもめちゃめちゃ強いチームではあるんですけども、戦闘へのモチベーションだったり、あとは世界トップの環境で戦っていけるラリーリーダーが揃ってるかと言われたら、BTW の方が正直揃ってるので、2番手チームの力量差で HNB 側に、今回は軍配が下ったのかなと思います。軍配が上がったのかなと思います。では最後に、G3 ですね。ここも当初は、波乱の予定だったんですけども、結論から言うと、めちゃめちゃ穏便に終わりました。まあ、今回のマッチング的に、ブーンが頭2つくらい抜けて、最強の構図で、まあ、それに、G1 と同じく、新時代のモサ連合として、ジェイドチームが、あったんですけども、ぶっちゃけここはもう、各同盟同士、結構もともと知り合いとかが多かったりして、もうガチバトルというよりかは、ある程度野戦で遊んで、まあポイント稼ぎましょう。ただ、都市については、事前に取り決めて、その通りにしましょうという形になりましたね。まあ、ジェイドの、ライオンと、BOC、あとは、147D ですね。まあ、ここもかなり、強いチームで、うちからすると、こちらの、ライオンは、以前の、アイランドレイドで負けていて、こちらですね、もうめちゃめちゃ強いチームですね。で、もう一つの、こちらの、BOC ですね。ここも、まあ、闇の封鎖で戦って、うちは負けてて、前回の初頭レイドでは、同じチームになって、一緒に戦った、相手ではあるんですけども、
もう正直、BOC もライオンも、ぶっちゃけ強さはもう痛いほど知ってるんですよ。ただ、ブーンはもう、古豪というだけあって、めちゃめちゃ強くて、正直、僕自身、ブーンって、あの、ROK と HNB と DHX と比べると、やっぱり、かなり差があるのかなと思ってたんですけど、一緒に戦ってみると、全然劣らないですね。めちゃめちゃ強いです。全体の指揮能力とかもそうなんですけども、個として、戦えるプレイヤーがめちゃめちゃ多いんですよ、このチームって。もうこの R4、この2を超えてる R4 については、もう全員一人で、前線切り開いていけるような人で、もうこの人についていけみたいな。この人を、英語で言うとフォローしてですね、みたいな指示が出ていて、もうその人についていくみたいな、形で今回はいろいろ戦ってました。それは一旦置いておいて、ブーンとしても、現状、敵をいたずらに増やしたいわけではなくて、最大限利権取れて、楽しく遊べるんだったら、それは OK だよねっていうスタイルで。将来、いずれ、DHX とか、HNB とか、ROK とか、もうそっちとの戦いに、今ここで変に、ヘイト買ってしまって、向こうに疲れるよりも、今も仲良くしておいて、いずれは仲良くいずれまた協力しましょうみたいな感じで、言っていったのかなと思います。あとは、クリムゾンの方にも、もう一つ、ブーンの方の、同盟チームですね。もともと、同盟だったチームが、あったようで、ジェイドとしても、ブーンに勝てないことは、分かってたようなので、結果的には、平和な初等レイドになりました。ただ、ポイント稼ぎのために、野戦はもう自由にやってて、大人数での集団戦、バリバリやってたんですけど、でも私も少し、戦ったんですけど、T5 の方ってどこにいらっしゃいましたかね？メインで出張ってくる人って、もうえぐいほど強くて、もうほんと、並走がえぐいんですよ。ライオンと BOC については、先ほどお話しした通り、以前戦った時に、もう勝てないなって思った人ばっかり出てくるんですよ。もうここはもう主力はもう、並走星5にしてて、もう製造ステータスも紫がなくて、もうレジェンド以上とかにしてるのを、もう複数部隊持ってる感じなので。全部星5とはいかなくても、もう5部隊全部、最低でも星3、星4みたいな。で、メイン部隊はもう星5にしてるよみたいなところなんで、正直、勝てないですね。もうパーツとかも差もありますし、もう装備も差ありますし、唯一差がないのは、スキンもちょっと負けてるんですけど、勝てるとこが正直なくて。というところでもなかなかね、大変なところではあったんですけども、そういう人と戦うと、何が起きるかと言いますと、中心部、集団戦してる時の、中心部に行って、ターゲットされた瞬間に、一瞬で解けるんですよ。やばい、ちょっと前で過ぎたなと思ったら、一瞬で5部隊全部壊滅させられて、30万人負傷したので、もうそうなった時、大事になってくるのが、もう相手との押し引きで、もう自分が逃げ遅れないようにすることだったり、もう、そもそも中心部には行かずに、中心部から、距離を取って、中心部を、体として考えたときに、翼を広げるような、位置取りを行うことで、相手の孤立した部隊を狙ったり、押せると判断したタイミングで、自らも、中央に参加していって、押していったり。あとは、5部隊を、ちょっと離れた場所でもそこにいれば、そっちになかなか逃げては来れないんで、そうなると、結構、それはあくまで、中心部の強さがあってこそなんですけども、そういった、戦い方に少し、工夫をしていくっていうのも、結構大事となってくるのかなと思います。
このあたりは、また今度、戦闘動画の方で、詳しく話そうと思うんですけども、めちゃめちゃ戦略性があって面白いです。自分自身の、強さとともに、プレイヤースキル。そして、全体の指揮だったり、連携がもうめちゃめちゃ求められる戦いになりますので、ドゥームズデイも、なんかここまで来たかというところで、私個人としては、正直 G6 あたりぐらいが、強さ的にはちょうどいいんですけど、このレベルの戦いに、参加できたというところで、もうめちゃめちゃモチベになりましたね。ただ、今回は、正直、メインチームとして参加して勝利したわけではなくて、ある種の、戦力調整要因、みたいな感じで、G3 の方に、参加したわけなんですけども、いつかはね、メインチームの、一角として、もう世界のトップ帯で、同じチームをね、勝利に、導いていけるように、なれればなと思ってます。AXE も、まだまだ募集しているので、このゲームを、誰よりも楽しんでいきたい方は、ぜひ人事担当の方に、ご連絡いただければなと思います。では、こちらで今回の初等レイドの、結果解説の方も、終わりましたので、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。この初等レイドの、世界トップ帯の、解説、まだ次回出すかはちょっと決めてないんですけども、好評でしたら、初等レイドも、次の初等レイドも、同様にやっていこうと思っていますので、ご視聴いただけると、嬉しいなと思います。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。